こんにちは、アルシチャンネルです。今回は名画の謎ギリシャ神話編。著者は作家でドイツ文学者の中野京子さん。僕たちがよく見る絵画には多くの謎があります。この本はギリシャ神話にまつわる絵の楽しみ方を教えてくれます。早速見ていきましょう。神話に興味のない人にもパンドラの箱という言葉はよく知られている。封印されていたもの、秘すべきものを不用意に外へ出し、結果として災いを呼び寄せることをパンドラの箱を開けるという。パンドラとは何か。ゼウスによって作られた人類最初の女性の名である。神話ではいつの頃からか人間も地上に存在していたが、まだ男ばかりだった。そしてその人類、要するに男たちのために、ティタン神族のプロメテウスが火を与えたことがゼウスの怒りを買う。人間をこれ以上冗長させてはならない。火の代償に何か災いを与えねば、とゼウスは思う。そうだ、別の人間、女を作ってはどうだろう。神にも男の神と女の神がいるのだから、人間にも2種類あっていい。妻であるヘラの嫉妬に悩まされ、浮気相手の女神やニンフに苦労されているゼウスは、女がいかに厄介かを誰よりもよく知っていた。地上に難儀を振りまくべく、女を作ろう。それがパンドラだった。パンドラはオリンポス山で誕生する。火事の神であるウルカヌスが泥でこねた体に、ゼウスが命の息を吹き込み、12神がそれぞれ贈り物を与えた。ヴィーナスは美貌を、ディアナは月の秘密、アテナは糸紡ぎの才能、アポロンは音楽の音のような美しい声を、というように、すべての神から様々な贈り物を授けられたため、パンドラのパンはすべてという意味で、パンドラのドラは様々な贈り物という意味になり、パンドラ、つまりすべてを与えられたものと呼ばれたこの女性は完璧な存在と言うべきだろうか。実はそうではない。何しろ最後の贈り手がヘルメスだ。ゼウスの使いであるヘルメスは旅と商売の神だが、泥棒と嘘つきの守護神でもある。そちらの能力をパンドラに与えてしまった。そんなわけでこの美女は外見は麗しくとも、本性は嘘つきの盗人という男なら震え上がる最強の悪女となった。ゼウスはパンドラをプロメテウスの弟エピメテウスのもとへ送った。この兄弟の名前にも意味があり、メテウスは考えるものという意味で、いつ考えるかで大きな差が出る。プロメテウスのプロは先にという意味なので、プロメテウスは先見の明のあるものとなる。逆に弟のエピメテウス、このエピは後からという意味なので、エピメテウスは後知恵しかないものという意味になる。かくしてプロメテウスは先を見透かし、弟にゼウスからの贈り物は受け取らないようにと忠告していた。にもかかわらずエピメテウスはパンドラの美しさにふぬけとなって彼女を妻にしてしまった。エピメテウスの住まいには大きな甕があり、固く封印されていた。好奇心の強いパンドラは中が見たくてたまらず、ある日こっそり蓋を開けてみた。中からまがまがしい気が流れてきて、世界の隅々に満ち満ちた。老い、病気、貧困、狂気。女が生まれる前には存在していなかったこれら最悪は、今や地上にあふれ、人類の黄金期は終わりを告げた。パンドラは慌てて蓋を閉めたが、その時亀の底に一つだけ残ったものがあり、それが希望だった。希望だけは人類を見捨てず、生老病死をわずかながら耐えやすいようにし、生を断ちたいという誘惑から守ってくれるようになった。このように生きていく上での希望の意義を示唆する面白い話ではあるが、それなら何も盗人根性の嘘つき美女を登場させるまでもない気がする。
禁止を破る好奇心の強さは、年齢、性別を問わず、人間の持つ大事な要素なのだから、蓋を開けるのは誰だって構わないはずなのだ。おそらく、このパンドラ深夜は、生が核も苦しみを伴うのは何故かという現代へも連綿と続く哲学的問いに、男性側の女性嫌悪を継ぎはぎしてできたものではないか。それで、なんとなく前半と後半がしっくり結びつかず、パンドラのその後の運命も語られず、どこか収まりの悪い物語になっている。同性愛者でなくても、女を邪魔に思う気持ちを知らない男性はいないだろう。例えば小学生の頃、男子ばかりでワイワイ楽しく遊んでいるところへ、女の子、それも可愛い女の子が入ってくるなり、無邪気な雰囲気が一変した経験があるはずだ。無言のうちに彼女の争奪戦が始まり、さっきまでの結束はもろくも崩れ、友情は疑心暗鬼となり、仲間割れし、黄金期は終わるのだ。女さえいなければ永遠に続いていたはずの楽園生活の終わり。そう、エデンでの楽園生活の幕引きもイブという女である。ギリシャやローマの神々が放逐されて間もなく、初期キリスト教会はパンドラを異教世界におけるイブとみなした。人類に最悪をもたらした異教世界初の女パンドラは、神に背いて人間に現在を負わせたキリスト教世界初の女イブに対応するとされたのだ。旧約聖書によれば、神は自らの姿に似せてアダムという人間を作り、エデンの園という理想郷に住まわせた。だがアダムは他の動物たちがペアなのに自分だけ一人ぼっちなのを嘆いた。そこで神はアダムを眠らせ、アダムの肋骨を取り出して、イブという女を作って彼の妻とした。二人は何の苦労も悩みも知らず楽しく暮らすが、ある時イブは蛇に出会い、知恵の木になっているリンゴを食べてはどうか。美味しいし、食べたら神と同じになれる。と言い訳される。絶対に食べてはならぬと厳禁されていた実だったが、イブは誘いに負けてかじり、残りをアダムにも与えた。さて、リンゴの効果はてきめん。二人は自分たちが裸だと初めて気づき、恥ずかしいという感情が湧いてきたので、イチジクの葉で前を隠した。もちろん神は怒り、楽園追放の浮き目となる。追放の際、神はそれぞれにこう言い渡した。蛇に対しては、今後は地を這い、他のあらゆる生き物から嫌われるがよい。アダムには、妻子を養うため、額に汗して働け。イブには、死の苦しみを味わいつつ、子を産め。というわけで、人間が永遠の命を奪われ、死すべき存在になってしまったのも、楽園での幸福を失ったのも、生きるため働かねばならないのも、出産の激しい陣痛も、とにかくありとあらゆる災難は、すべてイブのせいなのだった。さて、ようやく今回の絵に行き着いた。フランス・ルネッサンス時代のジャン・クーザンによる絵、エヴァ・プリマ・パンドラ。パッと見ただけでは横たわるヴィーナスと間違いそうだが、画面上部中央にタイトルが書かれている。エヴァ・プリマ・パンドラ。すなわち、かつてパンドラだったイブ。この美女がイブであり、またパンドラであることがわかる。画面には多くのアトリビュート、つまり人物を特定する持ち物が散りばめられている。彼女が右上で寄りかかっているのはドクロで、これは死すべき人間の運命を示す。その原因となった禁断の果実、リンゴもある。右手に持った小さな丸い実をつけた枝がそうだ。左腕にはほっそりとした蛇をブレスレットのごとく巻きつけている。その手は壺の上に置かれ、あたかも残った希望を逃すまいとするかのように、そっと蓋を閉じている。背景は正確な遠近法で描かれ、
中央の太い樹木で分割されている。右側は異教世界を表す手つかずの荒々しい自然。左側はキリスト教の布教によって実現された文明世界。立派な建造物が並んでいる。小ぶりのバスト、ふっくらした腹部は当時の理想的な女性の体だ。その柔らかな肉体とギリシャ型の険しい表情がアンバランスで、そこに魅力がある。視線は画面の外へ向かい、黒目よりも白目の部分が大きいので、何かを睨んでいるように鋭い。壺から漂い出た最悪の行方を目で追っているのだろうか。不思議なのは中央に伝と目立つ赤い大きな壺だ。これは何だろう。イブの物語にもパンドラの物語にもそのような壺は出てきていない。となれば彼女が蓋をしている壺と関連するに違いない。災いの壺に対する幸せの壺ではないかと言われている。この絵が描かれた当時、ちょうどフランスのアンリ2世パリ入場祝典があり、おそらくそこで使われたものであろうと言われている。もしこの推測通りであれば、この絵にはもう一つ別のメッセージが込められていることになる。赤い壺の大きさとその位置からして、王の意向はパンドラがまき散らした最悪をも抑えられるという絶対王政を称えるメッセージだ。何しろ王は地上の神である。だが我々はアンリ2世のその後の運命をよく知っている。王は祝典の10年後、馬に乗った槍の試合の事故で片目をえぐられ、苦痛の中で息絶えた。ノストラダムスの予言通り。この絵の作者ジャン・クーザンは1500年頃に活躍したフォンテーヌブロー派の一人に数えられる。このエヴァ・プリマ・パンドラは彼の代表作であると同時にフランス絵画初の完全な裸婦像とされる。ジャン・レオン・ジェローム、ピグマリオンとガラテア。オードリー・ヘップバーン主演のミュージカル映画マイ・フェア・レディ。日本でもヒットしたので見た人は多いのではないでしょうか。音声学の教授ヒギンズが友人と賭けをしてロンドンの下町なまり丸出しの花売りの娘イライザを短期間でレディに仕立て上げることになる。イライザは期待に応え、芋虫から蝶へのメタモルフォーゼに成功。やがてヒギンズはその美しい貴婦人ぶりに心惹かれていく。最後は二人が結ばれ、めでたしめでたしのハッピーエンド。だが、マイ・フェア・レディの原作の戯曲ピグマリオンは皮肉やバーナード・ショーの手になるだけあって、そんなに甘くはない。イライザはヒギンズの求愛を拒み、素朴な愛を捧げてくれる若者の胸へ飛び込んでいった。ヒギンズが彼女の変身を実験の成果としか見なさず、彼女自身のことも独立した人格と認めようとしなかったからだ。タイトルのピグマリオンとは何か。ギリシャ神話に登場するキプロス島の王の名前だ。原作ではヒギンズ教授を現代版ピグマリオンとみなしたのである。このキプロス島の王ピグマリオンの得意分野は彫刻だった。つまり海の泡から生まれたヴィーナス、別名アフロディーテが貝の船に乗って到着した島キプロスは当然ながらヴィーナスを守り神として崇めた。しかし女神を認めようとしない一部の女性たちがいて、怒ったヴィーナスは彼女たちを世界初の売春婦へと落とす。春をひぐ彼女たちの囚行を目にしたピグマリオン王はすっかり女嫌いになって独身を通していた。ここまでが前段である。さて、ピグマリオンは王でありながら芸術家でもあった。生身の女は欠点だらけだが、彫像ならそんな心配なしということで、純白の象牙から完璧な美女を作り出す。そして、あろうことか、自分が彫ったその動かない像にのぼせ上がってしまう。
話しかけたり、贈り物を捧げたりは序の口で、宝石や衣服で飾ったり、あるいはベッドに横にして添い寝までする。身動きしないのは単に恥じらっているからと思い込む瞬間さえあった。やがてヴィーナス祭の日が来て、ピグマリオン王も祭壇へ捧げ物に行き、どうか象牙の乙女のような花嫁をくださいと祈った。その時、望みが叶った証拠の炎が三度燃え上がり、喜んだピグマリオンは自邸へと駆け戻って彫像を抱きしめる。すると心なしかぬくもりが感じられる気がした。キスをすると乙女は恥ずかしげに彼を見つめ返した。ついに彫像は命を得たのだ。ピグマリオンと乙女。かつては彫像であり、今やガラテアと名付けられた人間。二人はヴィーナスの立ち会いのもと結婚式を挙げ、翌年には子供も生まれる。フランス人画家ジェロームによるこの作品は、まさに彫像が変身する瞬間を捉えたもの。柔らかくしなり、熱い血潮を感じさせる上半身と、まだ固く冷たい象牙のままの下半身が好対照をなす。足元の台座に大きな魚も彫刻されているが、これは彼女の名前が有名な海のニンフ、ガラテアと同じことを示すのだろう。画面右上に浮かぶのは、小さな雲に乗って恋の矢をつがえるキューピッドだ。命なき物体に対するピグマリオンの恋は、このキューピッドの意地悪ないたずらだったと暗示されている。その下の方に立てかけられた仮面は、古代ギリシャの劇に使われた悲劇用と喜劇用のマスクとされる。薄気味悪い二つの顔は、画面全体に悪夢のような雰囲気を添えるとともに、この出来事自体が悲劇でもあり、喜劇でもあることを物語る。自らの創作物に欲情し、思いを遂げようとする男を画家は肯定していない。後ろの棚にはテラコッタ製の棚蔵人形が並ぶ。これはちょうどジェロームが活躍した時代、19世紀後半、ギリシャの小さな村、棚蔵近辺の墓地から多数発見されたもので、当時は死体の副葬品とみなされていた。そのようなものをわざわざ彫像の周りに配置するというのは、この乙女を死者と見立てているからだ。そう思って見回せば、ここは王宮のアトリエのはずなのに、画面に窓がなく、どことなく地下の墓地のような息苦しい密閉感がある。ガラテアの顔は見えない。見えないことで、この絵を見る者は想像する楽しみを得る。それぞれが思い描く理想の顔を乗せたこの見事な体は、いかにも近代人好みと言えよう。引き締まったウエストからヒップへの流れ、滑らかな肌、同性にとってもため息を誘うスタイルだ。ところでこの絵には神話と明らかに異なる点が一つある。ピグマリオンではなくガラテアの方から先に口づけしている。なるほど。彼がヴィーナスの神殿から急いで帰宅し、シャニムに彫像に抱きついたであろうことは、翻る衣装や手足の動きからわかる。ただ、彫像の台座が高すぎて、この体勢では相手の頭をぐいとつかまない限り、唇に触れることは不可能だ。明らかにガラテア自ら身をひねり、彼女の方からピグマリオンに口づけを与えたのだ。どちらからだろうと関係ない？まさか、神話のガラテアは男性にキスされて初めて人として目覚め、はにかんで頬を染めた。これぞ乙女の反応であろう。一方、ジェロームが描くこのガラテアは、肉体の成熟ぶりにふさわしい情熱的なキスを相手に与えている。ピグマリオンの恍惚ぶりを見よう。女にふぬけにされた男そのものではないか。この頃の芸術の一大ブームだったファム・ファタール、つまり
男を破滅させる美女がここでも顔を覗かせているのだ。果たしてピグマリオンは自分好みの花嫁を得たと言えるのだろうか。彼の運命やいかにという絵になっている。いずれにせよ、結婚した二人が幸せであったかどうかは神話も語っていない。神話が語るのは二人の子孫のとんでもないエピソードだ。先ほどお話したように、ピグマリオンとガラテアの間には子供が一人生まれた。パフォスという名前で、それはキプロス島の町の名前になっている。パフォスはキニュラスという息子を持った。そしてキニュラスはミュラという娘を持つ。ピグマリオンのひ孫にあたるこのミュラがどうしたことか恋愛の相手を間違え、父であるキニュラスに夢中になって、ついには密かに彼の寝床を訪れて罪の子までなしてしまう。一体これはどういうことか。血は争えず、愛してはいけない相手を愛する家系なのだろうか。ピグマリオンのひ孫にあたるミラは自分を作ったもの、すなわち親に浴場した。そこから何が逆照射されるかといえば、ピグマリオンもまた自分が作ったもの、すなわち子に浴場したという解釈も可能ということである。イメージのこうした多様性にピグマリオン神話の魅力はある。それはそうとして、やはりピグマリオンは男性の夢の一つとみなすのが一般的だろう。だからこそピグマリオンの熱い思いばかりが語られていて、ガラテアがどう感じていたかはほとんど問題にされないのだ。男というものは教えたがり屋で、相手を粘土みたいにこねて自分好みに作り変えたがる。ピグマリオンの平安時代版が光源氏であることに異論はないと思うが、源氏は10歳の紫の上を長年かけて教育し、自分にとって理想の女性になったところで妻にした。女性は普通こんな考え方をしない。10歳の可愛い少年を見繕い、手間暇かけて理想の青年に育てるなど、リスクが高すぎる。そんなことなら、すでに完成済みの男性を発見し、彼好みの女を演じた方が早いし、結婚してしまえば、いくらでも夫を操縦できると思っている。では、文化の問題なのか。悪しき男性優位社会が、悪しき女性優位社会へ変われば、女もまたピグマリオンになるのだろうか。それとも、女性はすでに子育てという彫刻によって、自分好みの息子という究極の恋人を太古の時代から作ってきたので、今更他人で試すことには興味を示さないのか。要するに、男が人間を作りたがるのは、出産の代用か。いや、単に男は女に比べて勘の働きが悪く、女が何を考えているのかさっぱりわからないため、少しも謎のない恋人がいたらどんなにいいか、と妄想しているだけかもしれない。最後に、有名な映画監督、アルフレッド・ヒッチコックも、このピグマリオンの神話を題材にしている。映画の題名は、めまい。映画の内容は、主人公は死んだ恋人と顔立ちが瓜二つの女性を見つける。まもなく分かってくるが、彼女が似ているのは顔だけで、他は正反対と言えるほど違う。死んだ恋人は上流階級の人妻でエレガントに装い、恋にも話し方にも教養がにじみ出ていたし、謎めいた雰囲気を醸す夢の女だった。一方、新しい彼女は見るからに育ちが悪く、けばけばしい服に厚化粧、教養も深みもない。主人公はピグマリオンになる。新しい女を改造すべく奮闘する。ダークブラウンの髪をブロンドに、安っぽい服をオーダーメイドのスーツに、物腰を優雅に、何から何まで矯正し、至福の思い出を再現しようとする。もちろん、女にもそれはわかる。
愛されているのは自分ではない。自分という肉体を利用して彼は夢を見ている。それでもいい。それでも自分は彼を愛そうと決意している。現代版ガラテアのなんといじらしいことだろうか。ピグマリオンも少しはガラテアの身になってはどうか。ピーテル・パウル・ルーベンス、ヴィーナスとアドニス。神話を知らなくても、ルーベンスのこの絵は一目瞭然。さらおうとする男を女が必死に行かないでと引き止めている。けれど男はとどまらないだろう。画面はそんな予感までもはらむ。美しいヴィーナスも魅力的だが、ここでは何と言ってもキューピッドの仕草が微笑ましくいじらしい。ヴィーナスと一緒になってアドニスを生かせまいと両腕では足りなくて短い足まで使って頑張っている。こう描くことでルーベンスはアドニスの心の迷いをも表そうとした。一方、同じ場面を描いたティツィアーノの作品ではキューピッドは眠り込んでいる。愛の神キューピッドが眠る。それはすなわち愛の不在を意味し、アドニスがヴィーナスを愛していないことを示す。ルーベンスのアドニスに比べてヴィーナスを見る目が冷えやかだ。さて、この三者の間に何があったかといえば、ある時ヴィーナスは我が子キューピッドからのキスを受けた。するとキューピッドが背負っていた矢の筒から一本の矢が出て彼女の胸をかすった。ほんの少しの傷だったのに、それでもキューピッドの愛の矢の威力は絶大で、ヴィーナスは恋の炎にとらわれる。相手はちょうどその時見かけた下界の人間アドニスだった。実はこのアドニスの誕生にヴィーナスは深く関わっている。このお話の前に紹介した男のピグマリオン幻想を思い出してほしい。キプロス王のピグマリオンが自分で彫った像に恋をしてヴィーナスの祭壇で祈ってその像に命を吹き込んでもらい結婚したのだった。二人の間にパフォスが生まれ、パフォスにはキニュラスが生まれ、キニュラスにはミラという娘ができた。ピグマリオンのひ孫にあたるこのミラがヴィーナスを祀ることを怠ったため、ヴィーナスの怒りを買う。ヴィーナスの罪はすごい。キューピッドに矢を射させて、ミラが父であるキニュラスを愛するように仕向けたのだ。ミラは恋に狂って別人になりすまして、父が寝ているところへ夜ごと忍び入るようになる。ついに父に正体がバレ、恥のあまり家を出て9ヶ月の間森をさまよ。ミラのお腹の中には父の子が宿っていた。出産が近づくとミラは丁寧に祈った。生も死も自分から取り上げてください。願いは聞き届けられ、たちまち彼女はミルラという木に変容したのだった。ちなみに、このミルラの木から取れる樹脂が没薬というもので、ミラの涙でできていると言われている。神聖なこの香料はイエス誕生の際、東方の三賢人の一人が送ったもので、鎮静剤であるとともに、色欲を抑える薬というところがまた感慨深い。話を戻そう。やがてミルラの木の裂け目から天使のような男の子が生まれる。これがアドニス。森の妊婦たちに育てられ、美少年へと成長した。そのアドニスにヴィーナスが夢中になるのだから、まるで因果は巡る糸車ではないか。前世からの因縁という糸に絡みつかれた人間模様は、歌舞伎の縁起物世界と実によく似ている。さて、アドニスに恋をした愛の女神ヴィーナスは、それ以来ほとんど天上へ帰ることなく、昼も夜も若者につきまとって離れなかった。アドニスは狩猟が好きで、いつも野や山をかけていたので、ヴィーナスも後を追っていた。ヴィーナスとアドニスの絵はたくさんあるが、その背景に森がよく描かれているのはそのためだ。永遠の美を持つ女神には、若すぎて向こう水なアドニスの実が案じられてならない。
狩猟は時に狩る側の命をも脅かす。ウサギや鹿ならいいけど、クマやオオカミといった凶暴な動物には近づかないように、姉さん女房みたいに繰り返し諭した。なんて口うるさい女だ。勝手にさせろ。とアドニスは聞いているふりして面従腹背のつもり。猟犬がイノシシを見つけて騒ぐと、たちまち自分の血も騒ぎ、槍をつかむやヴィーナスのそばから離れていくのだ。ここで漢和9代、花の誕生秘話をご紹介しましょう。アドニスはヴィーナスの腕の中で死んだ。地面に滴る彼の血に、ヴィーナスが泣きながらネクタルというお酒を振りかけると、そこから真っ赤なアネモネの花が咲きこぼれた。この花は軽やかな風が吹いて開き、次の風が吹くともう散ってしまう。美の儚さの代名詞のごとき短命ぶりで、語源もギリシャ語のアネモス、風から来ている。アネモネ自体は均等一体に自生していた花で、死と結びつけられていたらしい。アドニスの死の伝説は古代均等の豊穣祭の一環であり、大地の実りを祈るために生贄の血をまき散らしたところから来たと推測されている。目に浮かぶようだ。春の雨で山の赤土が川へとなだれ込み、血の色に濁った水がゆったり流れていく。両岸にはそれよりなお赤いアネモネが群生し、風にそよいで震えている。近くでは豊作を願う村人たちが生贄の若者を殺す。吹き出るその血潮が大地に染み込み、どこかで若者の恋人も血の涙をこぼす。赤だらけだ。それがいつしかヴィーナスとアドニスの悲恋物語へと修練していったのであろう。ところでこの悲恋だが、ヴィーナスにとっては間違いなくそうだったとして、アドニスの気持ちはどうだったのか。女神の寵愛を受けて嬉しかったのか、拒めないので仕方がなかったのか、よくわからない。なので画家も自分なりの解釈を絵に込めた。このティツィアーノのアドニスは、ヴィーナスが嘆願しようとわずかも心の揺れを見せていない。キューピッドの眠りがアドニスの愛の欠如、愛の終焉を示している。実はこの絵の複製をシェイクスピアが見たのではないかとの説がある。なぜならシェイクスピアは1593年、ヴィーナスとアドーニスを書き、その中で若者は女神の求愛を拒み通すという新解釈を打ち出しているからだ。このティツィアーノの作品にインスパイアされた可能性が推測されるゆえんだ。シェイクスピアが描いたヴィーナスは怪力無双と言いたくなるほどの豪快さで、官能の喜びに対してさっぱり興味を示さないアドニスに業を煮やし、実力行使をする。馬に乗っていたアドニスを引きずり下ろし、抗うアドニスを組み伏せて無理やりのキス。とはいえ最後まで拒まれて虚しく朝を迎え、アドニスのイノシシ狩りを阻止できなかったという展開になっている。このティツィアーノの絵にぴったりの詩ではないか。もしシェイクスピアがティツィアーノではなくルーベンスの作品を先に見ていたら、もっと別の詩になっていただろう。このルーベンスのアドニスはそれほどきっぱりと立ち去る意思は見せていない。腕をヴィーナスという美と官能に、足をキューピッドという愛にしがみつかれ、まだ未練を残している。体も猟犬たちの方ではなく、ヴィーナスの方へ傾いており、ティツィアーノのアドニスが勢いよく立ち去ろうとしているのとは好対照だ。情緒がある別れの場面になっていて、ルーベンスのロマンティックな側面がよく出ている。サンドロ・ボッティチェリ、春。爛漫たる春だ。190種類の草花が描かれているという。人と自然が調和し、優美で、リズミカルで、幻想的で、震えるように繊細で、現代のパッション雑誌のグラビアに載っていても何ら違和感がないこの絵は、しかし、
ボッティチェリの名前とともに、ほぼ400年間完全に忘れ去られていた。再発見されたのは19世紀末のこと。今となってみれば、これほどの傑作が、これほどの画家が、なぜ美術史からこぼれ落ちていたのか、謎としか言いようがない。そして、謎といえば、この作品自体、多くの謎をはらみ、未だ完全に解明されたとは言い難い。この絵は見るからに舞台を彷彿とさせる。踊り手たちが前面に出てきてポーズを決め、その瞬間フラッシュが焚かれ、シャッターが押されて鮮やかな写真になったかのようだ。居並ぶ9人の登場人物たちの要は中央の白いドレスに赤いガウンの女性だろう。彼女は何者なのか。彼女だけ皆より少し後方の頭一つ高い場所に立っている。背後のオレンジの木がカーテンを開けたように分かれ、あたかも降臨のごとく頭部を囲む。さらに優しく首を傾け、祝福を与えるかのように右手を上げた動作。誰もが聖母マリアを思い浮かべるはずだ。けれど違う。神話的異教世界にキリスト教のマリアはいない。しかも上を飛んでいるのはキューピッド。ということは彼女はヴィーナスなのだ。しかしヴィーナスは裸体で登場の決まりだったはず。そう、普通はそうである。ところが15世紀、フレンチェの学者たちはヴィーナスを解釈し直した。曰くヴィーナスは実は2人いて、2種類の愛を表す。天上のヴィーナスは永遠から見た神聖なる愛。地上のヴィーナスは生殖力を根源としたこの世の愛。共に美徳を象徴するが、しかし後者は前者への過渡期に過ぎない。故に地上のヴィーナスは華やかに装っており、天上のヴィーナスは裸体である。現代的感覚から言うと逆ではないかと思うかもしれないが、ルネサンス人にとって裸体とは清純を表すのであった。当時、サンドロ・ボッティチェリは学者たちと友人関係にあり、この見解に賛同したため、服を着ている地上のヴィーナスを聖母のイメージで描いたのだった。しかしこの見解は次第に支持されなくなり、服を着たヴィーナスも絵の世界での登場回数を減らしていき、元通り男を虜にする裸のヴィーナスが人気を盛り返していった。とはいえ、この絵に関しては、控えめなヴィーナスの方がしっくりきているのは間違いないだろう。このドラマの背景はヴィーナスの庭園だ。右から見ていくと、頬をいっぱいに膨らませて、今しも風を吹き送ろうとする人物は西風ゼフィロス。風には4兄弟いるが、そのうち一番親切とされるゼフィロス。しかし今回は大地の妊婦であるクロリスを力ずくで奪うため、ヴィーナスの庭園へ押し入ったところらしい。彼の目論見に呼応するように、樹木はこの辺りだけ大きくしなって揺れている。枝に遮られてやや見えにくいが、ゼフィロスの長い翼も鋭く尖り、画面右上へと走っている。春を呼ぶ高色な西風に追われた妊婦のクロリスは、不安げに彼を振り仰ぐ。だがその腕に捕らえられた瞬間、口から春の花が次から次にこぼれ出て、それはいつしか隣の女性の衣装の模様になってしまう。ボッティチェリはオウディウスが書いた彩暦を典拠にしたとされる。それによれば、冬の間、ただ一色だった大地が西風を受け、カラフルな春の野へ変わる。かつてクロリスだった私は、今はフローラと呼ばれています。と、花の女神フローラは語るのだ。フローラはゼフィロスの妻になる。この変身の絵画家である。冬の大地だったクロリスは、雪を思わせる白い薄いベールしかまとっていない。だが、西風ゼフィロスに捕まったことで、
華麗な花の衣装のフローラになった。つまり、口を花でいっぱいにした女性と、託し上げた衣装にバラを持ち、地へ巻きながら歩く女性は同一人物なのだ。彼女たちの衣装のたなびく方向が逆なのは、時の経過を示している。冬から春へ。なんと素敵な解釈だろうか。次へ進もう。ヴィーナスの上空をキューピッドが風船めいて浮いている。キューピーちゃん体型で愛らしいが、この子の矢の怖さは誰もが承知だ。おまけに目隠しをして炎の燃えた矢をつがえているのだから危険気まわりない。恋は盲目を地で行き、出たとこ勝負で花つきだ。矢の先にはヴィーナスに付き従う3美人がロンドを待っている。彼女たちは古代においては植物の芽吹きを象徴する女神たちであり、成長、開花、多産を意味していた。そこから普遍して喜びを与える女神とされ、やがて美、愛、純潔の擬人像となる。彼女たちは似たようなシースルーの柔らかな衣装をまとっているが、装飾品は微妙に異なっている。右のネックレスや宝石の髪飾りをつけた女神が美である。そして左の大きなブローチをつけて髪を乱しているのが愛。真ん中の一切何も飾りをつけていないのが純潔である。この純潔をキューピッドが狙っている。彼女たちの絡み合った手の表情の絵も言われぬ美しさ。この絵の魅力を決定づけているとも言えるだろう。最後に一番左の神はヘルメスだということは2つのアトリビュートからすぐわかる。翼付きのブーツとカドケウスという杖だ。このヘルメスはゼウスがアトラスの娘マイアに産ませた子供だ。なぜここに登場したかといえば、もともとギリシャ神話に組み込まれる前のヘルメスは春に大地を肥沃にする自然神だったからで、彼は今ヴィーナスの庭園へ漂い流れ来ようとする雲を追い払っているところだ。そうして庭を春のまま維持する。ヘルメスにまつわる話はユーモラスなものが多いが、その割に絵の主役にはなかなかなっていないので、このボッティチェリのヘルメスが決定版と言えるだろう。少年めいた表情といい、腰に手を当てて杖で雲を追い払う身振りといい、なんともヘルメスらしい。彼はどんなところへもあっという間に行き着くので、天界と冥界を行き来するのも自由だった。この作品のヘルメスは赤い衣装をまとい、そこには下向きの炎の模様がついている。これは彼が死者を冥界へ運ぶ仕事もしている証だ。ボッティチェリによるこの春は中央のマリア的ヴィーナスに始まり、不気味な西風の一方的な恋やキューピッドの矢の行方、三美神の優雅さ、愉快な逸話たくさんのヘルメスというお腹がいっぱいになる絵である。